こんにちは、野崎ひとみです。今日の動画はね、世界のおしゃれさんから学ぶ大人のスニーカーコーデというタイトルでお届けします。少し前にコメントいただいて、スニーカーを使った秋のコーディネートをちょっと知りたいっていうコメントいただいたんだけど、そう、大人がね、素敵に着こなせるスニーカーコーデ、私も研究してみたいなと思って、今日はそれをね、私の研究した結果、あるいくつかの法則を見つけたので、それを皆さんにシェアしたいと思います。そう、私もスタイリングの仕事でスニーカーに合うコーディネートお願いしますっていうオーダーは、まあ結構あって、いや、難しいんですよ。そう、若い方がオーバーサイズでこうゆったりして、デニムと合わせてっていうのとちょっと違う。そのまま若い方たちの格好をしてると、やっぱり違和感があるので、ちょっと工夫が必要ってかなり工夫が必要。で、私が思う今回の大人のスニーカー、少しやっぱ綺麗めなものを合わせていく。やっぱ綺麗めカジュアルだよね。綺麗めにこう合わせといて、ちょっとカジュアルダウンっていうので、スニーカーをっていうようなコーディネートを私は提案したりしています。そこで私は今回世界のおしゃれさんってどういう風に着こなしてるか、っていうのがすごく興味があったので、今回は世界のおしゃれさんのね、コーディネートの写真を見ながら、なぜこれがかっこよく見えるかっていうのを私は解説していきます。まず最初、結構これはベーシックなスタイル、だんだん華やかになってくるので、ちょっと楽しみに見てください。この3人にね、共通するのがブラックスニーカーです。で、すべてブラックじゃなくてバイカラーになって、白とのバイカラーになっているところが特徴で、こういうねお洋服はベーシックなもうね黒でブラウンのロングコートだったり、ボーダーのニットをマフラー代わりにしたり、あともう右の方とかベージュのコートにトップス白黒みたいな、こういうねベーシックなスタイルにもこういうねローテクのスニーカーはすごく似合いますよね。スニーカーはこうねちょっと白のソールだったりとかコンビになってるのがねいいなって私は思います。はい、次はねこの白スニーカーです。共通しているのが今度は白ベースに黒入ってるところ、左と右の方は今季トレンドのカーキのロングコートに、あとは全部モノトーンで揃えてますよね。で、真ん中の彼女はベーシックカラーに一つだけアクセントカラーオレンジを入れて、ちょっとコントラストをすごくつけてます。で、注目が真ん中の女の人のこの着こなし方。これトレンチコートを着てらっしゃるんだけど、クシュっとこう袖をまくってるところがやっぱりこなれ感が出るんですよね。で、ブレスレットとか、時計のわからないけどちょっとシルバー、そういうのが見えるところもちょっとした小技が効いてるなと思います。はい、次の3つのコーディネートは、これ本当なんか似たようなコーディネート見つけたんだけど、全員トレンチコート、ベージュのトレンチコートを着てます。このコーディネートだと春でもいいし秋でもいいなって思います。で、ベージュのトレンチコートに、あとはモノトーンで揃えてますよね。左の方と真ん中の方のこの着こなし方もやっぱりこうトレンチコートはシュッともう腕の関節のぐらいまでこう無造作にこうキュッと上げるというのがちょっとテクニックかな。で、黒いパンツ、皆さん黒いパンツを履いてらっしゃいますよね。で、バッグは黒、この黒と白のこの着かせ方、これが上手だなと思います。はい、次にこう共通しているのが白のパンツ、上はみんなベーシックカラーで合わせてます。左の方はこれワンちゃん可愛いぬいぐるみみたいな、もうワンちゃんでさえコーディネートの一部になってるような感じで、中にボーダーを着て、でロングのカーキオリーブグリーンね、今季トレンドのコートをふわりと羽織ってらっしゃって、あとね、私右の方のコーディネートよーく見てみたらすんごく上級者で、焦げ茶ダークブラウンからベージュへのグラデーションになっていて、で白のパンツでその上に着た白のカットソーなのか T シャツなのか分かんないんだけど、そこでちょっと抜けを出してるっていうね。で、腰に巻いたこのブラウン、この着こなしすごく真似できますよね。寒い時はちょっと中に着て、暑かったらちょっと
腰に巻いておくっていう、これもグラデーションになってるので色が崩れずにすごく綺麗なの使い方だなと思っています。はい、次は共通するのが黒のコートです。このね真ん中とのねマダム、この方スタイリストさんなんだけど、すっごいおしゃれで私この方大好きでよくこうチェックして見てるんだけど、そのレイヤード使いがすごく上手。もう自分のこの髪グレーヘアも全て合わせてこうグレーにしてるっていう、今私すごく注目しているスタイリストさんなんだけど、ここで共通するのが全部モノトーンで揃えてるところ。この左の方とかすごく真似しやすいんじゃないかな。今回ね私が選んだコーディネートはだいたいこのローテクスニーカーなんだけど、この方はねちょっとハイテクのスニーカーを履いてらっしゃるけど、ハイテクスニーカーをこう履きたい時はこんな風にもう上ブラックだったりとか上白とかあんまりこう色を使わずにポイントでこうイエローを持っていったりとかアクセントカラーにしたりする、そのお手本だなと思います。はい、今度はねベージュのロングコート。これはいろんな素材を使ってもファーだったりとか、トレンチだったりとかだけど、中に着ているものはダークカラー。これでコントラストができてアイラインもできるし膨張せずに見える。でみんなスニーカーは白ベースで黒とのコンビネーション、これが共通するものだなと思います。今までずっとねベーシックカラーのコーディネートをちょっと見てたんだけど、次はこうやってポイントに赤アクセントカラーを使ったコーディネートです。この3人も共通するのが白ベースのスニーカーで白と黒のコンビ。左の方はなんか星の柄で、真ん中の方はアディダスかで、右の方はベジャのスニーカー。やっぱりこう通して見ててもやっぱりモノトーン、黒ベースだったら白ベースでバイカラーになってるのがやっぱ使いやすいのかなっていう風になんか共通して思います。で3人のコーディネートを見ててポイントが白をスニーカー以外で使ってるところ、左の方はちらっと見えるトップスが白だったり、真ん中の方は白のパンツでこうつないでたりとか、あと右の方もトップスを白。こうやって白のスニーカーでちょっと浮いちゃうなと思う時は上に何か白を持ってくると、こうやってコーディネートが関係性が生まれて馴染んできます。はい、次に共通する3人は白のテローンとした素材のスカートに上がニットです。左の方はね花柄のスリッポのスニーカーっぽいんですよ。でそれにモノトーンで、このニットはもう本当にシンプルなふわっとしたニットだけで、真ん中の方、私こういうコーディネート好きなんだけど、ライトグレーのニットとスニーカーで合わせてアクセントカラーにブルーを持ってくるのも素敵です。でちょっとグレーヘアなんだよね。それも素敵だなと思ってます。で右の方はパープルとピンクの、これピンクディオール、レディディオールじゃないかなと思うんだけど、このグラデーションが綺麗だなと思って見てます。はい、だんだんねこう華やかになってきます。私ねこの3人のコーディネート本当に私のタイプで、自分を真似したいと思ってコーディネートに選びました。まず左の方、この方本当にすごくないですか？ジャンルわからない。ニットなのかスウェットなのかわかりませんが、でスカートはフェミニンでしょ、スニーカーはカジュアルでしょ、でバッグエレガントでしょ。なんか全てのいろんなジャンルをこう合わせてミックスしてるんだけども統一感が出てる。本当色使いが上手だなと思います。よく見てみるとトップスにその白だったり薄いこうピンクが入ってるのをこううまくピックアップしてコーディネートしてるって感じですね。はい、真ん中の方も、この方もなんかモードに見えますよね。スニーカーだけど、これも本当に黒のブーツでポインテッドトゥーのヒールとかでもかっこいいんだけど、あえてのこう外しのスニーカーっていうところがまたかっこいいなと思います。はい、右の方はもうブルーベースのグリーンにイエローベースのグリーン合わせて、もう私そういうパーソナルカラーなんて気にしないみたいな感じのコーディネートですね。はい、次はこの3人はダークカラーのスニーカーコーデ。左の方は黒と白のコンビ、真ん中の方はネイビーじゃないかな。
右の方はブラウンのスニーカーを履いてらっしゃって、あと柄をこう合わせたりとか、カラーもね、この真ん中のマダムとかすごいカラーコーディネートだなと思って、私はちょっと考えつかないこのライトブルーとグリーン、深いグリーンのコーディネート、またこれがねグレーヘアだからねかっこいいんだろうなと思って見ています。メガネもねもうクロートの匂いしかしないです。で左のカットのコーディネートのいいところはやっぱりトップスが白、レオパードって結構ね強めのアイテムだから、こういうに合わせるの白だったりとか、あと柔らかいベージュ、パステルカラーとかもペールトンぐらいのこう柔らかいものと合わせた方がいいんじゃないかなと思います。この右の方のコーディネートもすごい上手だなと思って、コート、この柄のコートがなかったら普通のベージュのグラデーションコーデなんだけど、この柄のコートがあるってことで本当に個性が出て自分をこう見せてるっていう感じがしますね。はい、次です。この3人の共通はカラーのスニーカーに洋服はベーシックカラーっていうところ。左の方はカーキの MA1、それにレオパード、結構強めのアイテムなんだけど、それをこういう白いねスニーカーでちょっと女性らしさを出してるのがすごい上手だなと思います。で真ん中の方はこのグレーとグレージュ、そしてベージュ、このベーシックカラーに一つこのレモンイエローのスニーカーがもう本当にクロートと思いました。これ普通に白のスニーカーだったり黒だったりするともう普通なんだけど、ここでこういうレモンイエローを持ってくるのが素敵だなと思います。はい、そして右の方のコーディネート、この方ねちょっとよく見るとベーシックカラーもアイテムそれぞれ全部違うベーシックカラー使ってて、ベージュ、ブラウン、白、ネイビー、黒みたいな、そこでネイビーのサイド明るくしたブルーを最後に締めとして持ってくるのもうまいなと思ってみました。はい、次のね3人もカラースニーカーです。左の方はこれブラックウォッチのチェック、サイド明るくしたグリーンのスニーカーをこう入れ込んでるんですよね。これも白パンツにしたことでこういう合わせ方はここ冬にもいいなと思います。はい、そして真ん中のマダムと右のこの女性、この方はね共通しているのがベージュのロングコート、2人ともベージュのロングコートでスニーカーは赤っていうところで、真ん中のマダムは上下黒、右の女性は上下白で合わせてます。これアイラインを作ってるんだけど奥行きが出てこうやってロングでもスタイルよく見えます。はい、ラストは華やかな3人、個性のある3人を選びました。左の方もこの方も本当貫禄しかないんだけどこの方はねポイントはもちろんスカートの中に入った黄色、この黄色のイエローをスニーカーで、スニーカーだけちょっとね色がまた違うイエローを使ってるのもなるほどだなと思って見ました。この真ん中のマダム、この方ねもうトレンド全部こう詰め込んでるっていう感じです。テーラードのオーバーサイズのジャケットにシアーのこのスカートっていうねトレンドを抑えてるなと思ったのと、でもその色の使い方、このピーチオレンジ、これをこの方も本当にたくさんお洋服持ってらっしゃるんだと思いますよ。スニーカーまで色を合わせてらっしゃって、であとこのロゴ T シャツと持ってらっしゃるの黒の傘、そしてサングラスと黒のねこの入れ方もちょっとだけ入れるようにしてて、なので甘すぎない。はい、最後です。私この方のコーディネート大好きで、このネオンカラーのスニーカー、こんな難しいのこのさらっと着こなしてるの本当にね上手だなと思います。で中に着てるのがもしかしたら
ワンピースなのかな、同じスニーカーと同じカラーのスカートでこのつなぎテクを使い、さらに上も同じネオンカラーのイエローが見えてる、蛍光イエローが見えてるっていう、それを全て覆うかのようにこんなに長いオーバーサイズのグレーのニット、これがなんかねちょうどいいね、このバランスがね、この方ねすごくコーディネート上手だなと思うし、私も真似したいなと思いました。これでなんか白のニットとかコートとかしちゃってもうあーってなっちゃうんだけど、あえてのこうやって重ためのロングニットを持ってきたことが、この方のコーディネートを私は大正解だと思ってみました。みんなのコーデを見ていただきましたが、本当なんか真似したい要素がたくさんありましたね。共通するものもすごくたくさんあって、まず私がおすすめするのがローテクスニーカー。ちょっと綺麗めっていうかスタイリッシュなお洋服にも合うので、私はやっぱローテクスニーカーを選んでます。とにかくもう自分が持ってるファッションに馴染んでくれるようなデザイン、主張してこないのがね使いやすいかなと思います。でスニーカーはねそのトレンド、若い人たちと同じように流行りを追求しなくてもねいいなっていうふうに私は思っていて、大人世代はそのベーシックで持っておくのがいいんじゃないかなと思います。でスニーカーも意外と高いじゃないですか。2万3万ぐらいするし、でそれぐらいのスニーカーはやっぱり履いときたいっていうのもあるし、少し高めの価格帯でベーシックに持っておくのが私はいいなと思います。で私がね、じゃああなた何持ってるの？ひとみさん何持ってるのというと、私は、前もね、どっかの動画でご紹介してるんだけど、これです、ベジャー。ベジャーのこのハイカットを持ってます。去年フランスで買ったんだけど、ここのね、V、このベージュと白のコンビがいいなと思って買いました。で、まだ、このね、スニーカーのこの白のスニーカーを履く時期になんかこうジョージアにとかいなくて、でこれを履いて飛行機には絶対乗りたくないから、これ全部は外さなきゃいけなくてもたもたしちゃうのも嫌だし、でこれを持っていくのも重いしってことで、私これまだあんまり履いてないんだけど、綺麗めなお洋服とかにも合わせやすいと思っています。であとこれです。これはもうね、本当に、ものすごい入ってるからちょっと裏見せられないけど、これは、これはね、ジョージアで買いました。これ、ジョージアのブランドなのか、わからん、なんか、ヒンカリっていうね、ジョージアのこう食べ物があるんだけど、水餃子みたいな、それに似てるってことで、ヒンカリシューズヒンカリスニーカーとかって、なんか誰かが言ってましたが、こういうね、本当に、ちょっとそこ朝のお散歩で使うようなスニーカーとこの2つ。なので、黒持ってないな。黒ちょっともし次スニーカー買うんだったら黒欲しいな。真っ黒じゃなくてソールが違う、なんか白とかベージュとかソールが違う何か欲しいなと思ったりしています。あとに私がおすすめするスニーカーがベジャーとか水カタイガーとか、あとアディダスのサンバ、いろいろあって、これ全部紹介しちゃうとちょっと長い動画になっちゃうので、概要欄に私がおすすめするね、スニーカーをちょっと URL 貼っときますので、もしちょっと気になる方がいたらそれも見て参考にしてみてください。それでは今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録お願いします。私5000人を目指して頑張っておりますので、ぜひ皆さんチャンネル登録をお願いします。あとまたこのね動画いいなと思ったらグッドボタンもお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。See you!